今日のモカツはドラゴンボールのプラモデルシリーズフィギュアライズスタンダードのキットを塗装しています。今回はアルティメット孫悟飯のキット、スーパーサイヤ人孫悟飯、未来ご飯のバージョンです。水性アクリル塗料で色付けをしました。キットは素組みの状態からミスタースーパークリア艶消しで塗装の下地を作っておきます。そして塗装です。塗装の様子は長丁場ですがハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。パレホのゲームカラーエルフィックフレッシュを水で溶いて薄めながら塗りました。かなり白に近い一応フレッシュカラー全体に塗りました。この方法が結果として効率が良いので、最近はフィギュアプラモデル塗装ではこの薄く白の下地を入れる作業はほぼ全面に行うようにしています。今回も色分け対象箇所に濃淡織り交ぜながら下地を作っていきました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物・モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特性を持っています。かかった時間は約70分の塗装でした。今回はパレホのエルフィックフレッシュを使いましたが、同様の下地塗装のためには同じくパレホのゲームカラーデッドホワイト、下出るカラーでベースのコラックスホワイトやレイスボーン、レイヤー塗料のパリッドウィッチフレッシュやホワイトスカーなんかを使ったりしています。色分けの1色目は下地が完全乾燥した後肌カラーです。フェイス、腕部、首元にパレホのモデルカラーベーシックスキントーン、ライトなカラーであればあるほど薄く重ねてを心がけて着色していきます。フィギュア塗装では文字通りベーシックなスキンカラーです。今回のペイントはどれも塗装面積の大きい塗り入れなので、下出るカラーのテクニカル、特殊効果表現のカラー種、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って原液を薄めながらムラにならないように塗っていきました。モデルカラーはパレホで最も基本となるシリーズで、色数が多くて様々なジャンルの模型に活用できるスタンダードな塗料種です。ドラゴンボールのプラモデルシリーズペイント制作記録です。スーパーサイヤ人のキットでいくと孫悟空、孫悟飯、スーパーサイヤ人3の孫悟空、ベジータ、トランクス、ゴテンクス。同じくサイヤ人では孫悟空、カカロットの父バーダック、さらにはピッコロ、クリリン、この辺りを制作してきました。道着の帯のカラーとして明るい青を上塗り、下出るカラーベースカレドールスカイを使いました。もともと粘性高く扱いやすい青のカラーです。スーパーサイヤ人の頭髪、そして眉にも忘れずに黄色を上塗りです。ライトなカラーにしました。パレホのモデルカラーアイスイエローを今回は使用。またフィギュアライズスタンダードのキット人造人間編でいくと17号、18号、そしてセルの完全体、この辺りを制作してきました。黄色ですが頭髪カラーとは趣の全く異なる暗い感じのイエローは下出るカラーのベースアバーランドサンセットです。隠蔽力に課題のある黄色、このカラーは優秀です。主にブーツのライン、そして靴底のカラーとして。下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、
下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。そしてオレンジです。ブーツの紐を皮切りに亀仙流をベースにした今回の道着はすべてこのカラーを上塗り。下出るカラー、レイヤー、ファイヤードラゴンブライトというカラーです。下出るカラーのオレンジでは一番明るくよく使っているカラーです。レイヤー塗料はハイライトを鮮明にするために配合されたカラー。下地塗りと陰影の上に重ねることで色を作り上げて細部を際立たせます。オレンジも隠蔽力が極端に強いわけではないので、薄く重ねてを繰り返して色をしっかりのせていきました。塗装面積は広いので、ハケ、ブラシでしっかりと色をのせていきます。塗料は水性アクリルの下出るカラーとファレホー併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ、効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。下出るカラー、コントラスト、スケルトンホードを水で溶いて、フェイス、胸、手、首元などに染め塗りです。これで陰影が出せて質感も高まりました。さらに今度は下出るカラーのコントラスト、グリフチャージャーグレイです。こちらはブーツと上半身のアンダーを上塗り。少し濃い、締まったイメージになりました。コントラストは染め塗り塗料としてよく使っていますが、ベース、シェード、ハイライトが一塗りで表現できる塗料種です。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。塗装し終わったパーツを組み上げます。このキットは黒紙のアルティメットごはんか、この未来ごはんのいずれかを組み立てることができますが、未来ごはん用にはフェイスの傷、そして道着の背中のシールが付属していました。フィギュアライズスタンダードシリーズの後発マッスルビルドシステムの新規バージョンとして、孫悟空、ベジータのニュースペックバージョンも発売されていました。表情は2種類ありますが、今回は通常バージョンで組み立てます。アルティメットごはんと未来ごはんでは腕、アンダーの長さが微妙に異なるため、乾燥で作り変えるという設定にはできなかったようです。組み立てて塗装後、フロントビューからリアビューです。表情と手のパーツを乾燥、フロントビューからリアビューです。ということで今回はドラゴンボールのプラモデル、フィギュアライズスタンダードのキット、アルティメット孫悟飯のキットで作れる未来ごはんを水性アクリル塗料を使ってペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。